さあ、はい。じゃあ今日は、はい。一体どんなお話聞かせていただけるでしょうか。結構不思議な体験をしてるという話をね、前回の放送でも言わせてもらったんですけど、これだからちょっと心霊じゃない話もちょっと一個させてもらいたいのがありまして、はい。本当に僕今まで、生きてきた中で一番怖い体験をしたんですけども、はい。夜中にね、ラジオ番組をずっとやってて、生放送終わって帰ってきて、で、ランニングをするんで、いつもだいたい2時とか3時ぐらい夜中の、そのぐらいにランニングをしてたんですね。はい。で、家の近くでちょっと土手があるんで、土手でいつもランニングしてたんですけども。で、こうね、イヤホンつけて走ってたんですけども、お腹痛くなったんですよ。いやー、痛い、お腹痛い、どうしようかなと思ったら、本当草野球なんかをね、やったりするとこもあるんで、一個だけね、公衆トイレ。ああ、簡易的なね。簡易的な公衆トイレ。グラウンドにありますよね。はい。で、ちょっと広めのね、大きいやつで、ドアが1個しかない感じの公衆トイレで、あ、ここでいいやと思って、こうギーッと開けたら、もう夜中の1時、2時とかなんで、もう、本当に月明かりで、薄くこの便器があるのがわかるぐらいな感じで、でももう、お腹痛いからしょうがないと思って。で、そこでもう用を足したんですね。で、痛かったと思って、すっきりしたと思って、ギーッとトイレ出たんですよ。そしたら、僕が入ってたドアがギーって開いて、おじさんが出てきたんですね。だから、自分が入ってたそのトイレの中で用を足してる最中、その部屋の中でどっかにずっとおじさんがいたんですよ。で、暗くて見えないし、僕は知らないから気がつかなかったんですけど。で、僕が出てきてから、こう、じゃあもう少し走ろうかなと思ってたら、ギーってドアが開いて、そのおじさんが出てきたんですよ。で、僕的には、うわーですよ。ですね。はい、ごめんなさい、笑っちゃいけないけど。本当に殺されると思ったんですよ。もう、なんかわかんないけど殺されると思って。そのおじさんの顔パッて見たら、めちゃくちゃ臭そうな顔してたんですよね。もう多分僕のうんちがよっぽど臭かったんでしょうね。で、僕はもう走って逃げたっていう経験があったんですけど。これのりさん目線で話したらそうなりますけど、おじさん目線で聞いてたら、めっちゃおじさんの方が怖かったと思います。いや、だって、1個しかないトイレの中に。だから、何か、それ、季節はいつだったんですか？冬でしたね。だから寒くって、ちょっとこうね、雨風をね、こうしのぎたくって中に入ってた時に、急にこんなガタイのいい男がガッて入ってきた時に。公衆トイレですもん。いや、だけど、もしそこでわーとか言って、わーってびっくりさせちゃって、何か、ね、ってなったらもう怖いと思ったから、来た、やばいと思って、息潜めて、バレないようにこうずーっと、こうじっとしてる中、用を足し始めて、それが臭いわけでしょ。最悪だよ、うわ、怖い、でも気づかれないようにと思って出てった時に、しばらくしたから、うわ、やっと出られた、臭かった、無事だった、ということでしょ、向こうからしたら。そうなんですかね。そうでしょ。いや、これ、だから、じゃあどっちも悪くないんですかね。もうどっちも、おじさん、強いて言うなら、でもこれも悪くないけど、電気がついていないトイレですかね。そういうことなのか。でもこれもし女性だったらと思ったらもうすごいことですよね。怖い思いをしてると思いますけどね。で僕もそれ以来もう公衆トイレ入れなくなっちゃいましたもんね、怖くて。確かに。真っ暗ですもんね。真っ暗でしたからね。そうか、見えないって、気づかないのか。気がつかない。で、ちょっと確かに広かったんですよ。だからやっぱり、そういう意味で、ちょっとこう寒い日とか、風が強い日なんかはそこに避難してるっていうことをしてた方なんじゃないですか。じゃあその場合に僕はもうコンコン入っていいですかって確認しなきゃいけなかったんですね。そうか、ノックしてないですか？ノックしてないです。だって開いてますもん。だって。本当だ、開いてたんですね。いや、それは先に俺も人が入ってたら入んないです。入りませんよ、そんな。バカだな。いや、バカだな、すみません。入るわけないでしょ。一個確認したいんですけども、今回お話はこれ以上で。いや、ありますよ。よかった。ありますよ。よかった、今。勘弁してくださいよ。俺まさかこの話が、こんなになんかゲラゲラ受けちゃう話だと思わなかったですから。めっちゃ怖いです、だってね。怖いんですけど、どうもそののりさんっていうよりも僕はおじさんの方に感情移入しちゃって。いや、おじさんからしたらもう怖いし、最悪だし。いや、もうずっともうビクビクして息潜めてたんだろうなと思ったらかわいそうだなとか思っちゃいました。すいません、じゃあ気を取り直しますね。気を取り直してください。こんな受けると思わなかったですよ。怖がらしに来たのに。お願いします。これ実際僕が大学1年生の時にね、
18歳の時かな、に経験した話なんですけど、はい、で、僕は柔道部に所属しておりまして、で大学の柔道部の寮に入ってたんですよ。で、この大学の柔道部っていうのが、一部屋が4年生、3年生、2年生、1年生で一部屋の。全学年が、全学年が一部屋に。で、本当にもう、布団4枚引いたらもう歩く場所がないぐらいなところが一部屋なんですね。で、大体1年生っていうのはこの洗濯とか掃除とかね、そういうのがあるんで、大体この寮の部屋に帰ってくるっていうのが、まあ、いつも夜中の1時とか2時ぐらいに帰ってくる。で、次の日朝早くから朝練があるから、もう終わったら早く寝たいんですよね。で、その日も洗濯終わって、やっと終わったと思って、こう、寮の部屋に入って、で、先輩を起こさないように、もう本当にこうスッと横になって、入り口すぐ近くなんですけど、に横になって寝ようと思ったら、ギーってこう、寮のドアが、部屋が開くんですよ。で、まあまだ1年生たち、同級生たちが起きてるし、なんか、伝えることがあるのかなとか、なんか用事があるのかなって思ってたんですけど、ギーって開いて、そしたらですね、本当四つん這いの、この女性なんですよね。女性が、髪がすごい長いんですね。ほんと貞子みたいな感じのイメージなんですけど、こう、四つん這いでパッてこの、入ってくるんですよ。で、僕はもう金縛りになってたんですね。で、金縛りになってて、って思って、それで、ガッとこう入ってきて、うわ、なんだろう、怖いと思ったらですね、自分の、その時 T シャツとパンツで寝てるんですけど、グッて、僕のパンツをこれ下ろし始めるんです。で、僕は金縛りで動かないんだけど、ちょっと気持ち腰を浮かすんですね。そういう時って。俺わかんないですけど。なんかもう昔、もうおむつの時代から何かね、人間ってこう、ちょっとこう協力するような動きを金縛りで動かないはずなんで、ちょっとこう、腰を動かしてる、上に上げてる自分がいるのもびっくりしたんですけど、でも震えてるのもわかるんですよ。自分は恐怖で。で、グッってこう脱がされてるんですね。で、僕のその大事なところを、この四つん這いになりながらずっと見てるんですよ。で、これじゃないって言って、消えたんですよ。消えたんですか？消えたんですよ。すごくないですか？これ、もちろん本当の話で。本当の話です。すごい話ですね。そうです。これ、めちゃくちゃ興味深い話ですね。はい。多分その女性と思われる方は、そのお目当てのものがあるのか、過去のものを探してるのかわかんないですけど、これじゃないっつって消えて。で、これ本当の話ですよ。不思議なのは、金縛りは解けてるんですけど、大事なとこだけは、まだカチンコチンのままというか。金縛りに。はい。合ってる感じで、それも不思議な体験だったんですよ。いや、本当に、すごいリアルです。普通、多分そういう時って男だったらもう怖くって。怖いですよ。もうそんな状態にならないと思うんですけど。だけど、ちょっと硬くなってる自分がいたのは確かなんですよ。だからそれって、ちょっと本当にいろいろ考えちゃうんですけど、そのね、まあ、形とかを確認してた幽霊なわけじゃないですか。何か、あるのかもしれませんけど、その時に、その状態にさせられて、確認をしてたっていうことだから、カチンコチンになってたのかもしれない。かもしれないですよね。だって普通ならないでしょ。ならないです。僕ら怖がりですから。はい。で、次の日、寮の先輩に、先輩、昨日自分こんな経験したんですけど、って言ったらその先輩が、もしかしたら、こっからね、400メートルぐらい行ったところに墓地があるっつったんですよ。400メートルって結構ありませんって話したら覚えてるんですよね。それ言い出したらね、もうほとんど、ほとんどですもんね。はい、どっかしらね、その距離でね、見たらね、墓地はありそうなもんですよ。っていう怖い話だったんですよ。いろいろな怖い話ありましたね。いろんな怖さ。いや、ただやっぱり僕も怪談いっぱい聞いてると、その女性の例ってなると、じゃあその寮で昔何かそういう女性が亡くなってしまうとかあったんですかとか、勘ぐりたくなっちゃう。そういうのはないんですか？いや、実際に人が亡くなったとかっていうのは聞いたことないですけど、毎晩1年生はね、悲鳴を上げてましたね。やっぱりいろいろあったんでしょうね。ギャーとかね、やめてくださいってかいう悲鳴はいつも聞こえますよね。それごめんなさい、それはもうあれですよね。
人間、人コアの方ですよね。そうですね。人コアとか先輩コアですよね。そうですかね。可愛がっていただいてたっていうのがああって、っていう場所ですよね。ただすごいのが、1年生だし、入ってくるとそうやって確認してるっていうことで、多分、それ、のりさん以外の同級生の方はそういう経験ないんですか？なんか霊を見たとか、金縛りにあったとかっていうのはよく聞きましたけどね。で、実際に自分みたいな経験をした人は聞いてることないですけど、なんとか先輩がいないはずなのになんとか先輩の部屋からみたいなことも聞こえたし、そういう例がもしかしたら結構多かったかもしれないですね。で、僕は怖がりだからあんまり極力聞かないようにしたっていうのもありますけど、僕だからそういうので言うともう一個多分信じてもらえない話があって、これもね、自分怖がりだってさっき言いましたけど、一人暮らしをしてる時に使ってる冷蔵庫がもう古いタイプの冷蔵庫で、その冷蔵庫がね、たまにボンみたいなモーターの音が鳴ったりする、その音ですらビクって毎回鳴るぐらい怖がりな自分が一人暮らしをした時にまた金縛りになったんですよ。で、夜中寝てたら金縛りになりました。そうすると入り口のところに影が立ってるんですね。影が。で、不思議なのが人の影っていうよりも影が立ってる感じなんですよ。で、影が立ってて、で金縛りなんですね。で、影がこう部屋を歩いてるんですよ。で、すごい部屋をずっと歩いてて、で、僕の方に近づいてくるんですよ。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。なんだろうと思って。で、その影が近づいてきて、で、僕の方にこう、しゃがんできて、うわ、なんだろうって思ったら、冷蔵庫のモーターがボンってなったんですよ。そしたらその影がピクってなって、消えたんですよ。すごくないですか？いや、面白いですね。だからもちろん、その影は人ではないですよね。人ではないと思いますね。消えたんですもんね。ただ、人だったら、急な物音で、なんか例えばその泥棒だったとしても、あっって思って逃げるとかはあり得るじゃないですか。じゃなくって人ではないし、ただの影で、で、その時消えるんですもんね。消えた。ふわーんって消えたんですよ。やっぱ不思議な存在だったかもしれないですけど、ただそういう存在も、そういう物音にびっくりする。ビビるんだなと思って。俺と同じレベルのビビりな霊なのかなっていうので覚えてるんですよね。まあただね、やっぱり幽霊だって亡くなったもともとは人間なわけですから、そういう物音にビクッとするね、幽霊だって言ってもおかしくないですもんね。だから僕、その影のお化けって、一回またちっちゃい時に会ってるっていうか、中学校の時にもう会ってるんですよ。影が立ってたことがあって。で、夜中ね、中1の時に僕ね、部屋がね、離れだったんですよ。元の家があるんですけど、離れの部屋で僕は生活してたんですね。中1の時。で、初めて街にセブンイレブンができた年なんですよ。だからそれを覚えてるんですよね。で、カツカレーっていうのを夜中に食べて、めちゃくちゃうめえな、セブンイレブンのカツカレーなんつって、で、明日、部活があるから寝ようと思って布団に入ったんです。そしたらね、金縛りにあったんですね、またその日も。で、そのね、網戸だったんですよ、夏だったから。そしたら網戸がギギギって開く音がしたんですよ。で、僕はてっきり兄貴とか親父がどっちかが酔っ払ってまた来たんだろうなって思って寝たふりをしてたんですよ。で、ギギギギって言って、そしたら足をね、バーンってこう叩かれたような、行ってと思って、で、壁がバーンってなったんですよ。バーンバーンっつって行ってって思って、パッて目開けたら、この緑色のね、顔をした髪の毛が長い人が、もう血だらけなんですね。で、生首なんですよ。ね、首だけなんですか？首だけなんですよ。で、パッて目開けてもらっていいですか？今、一回目つぶって。で、パッて目開けてください。目開けてもらっていいですか？で、この辺にいたんですよ。生首が。で、俺、うわーって思って、そしたらね、俺ね、もうテレビの人って、お化けに会ったって言うけど、どうした方がいいとかって言ってくんないじゃないですか。うわーお化けだって言っても、どうすりゃいいんだろうと思って。で、もう、金縛りというか、もう、震えてるんですよ、怖くて。で、どうしたらいいんだろうってずっと目見て、こっち見て、食ってやろうかって言うんですよ。で、俺はもう震えちゃって何もできないんですよ、怖くて。で、手はね、動いたんですよ。で、ここに枕元にちっちゃい電気があったから、パチンってつけたんですよ。そしたら、ほわんって消えたんですよ。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。すごい話ですね。そうなんですよ。で、僕はそれ以来、中学校1年生のそれ以来、で、高校で寮に入るまで、3年間の中
中学校3年間は、電気を消して寝ることができなくなったんですよ。あずーっとこのちっちゃい電気をつけないと僕は寝れなくなって。で、その部屋で何回か怖い体験をしたっていうので、昔寝てる時に、パッて起きた時には影が立ってたことがあったんですね。その影が立ってたことが何回かあったっていうのを思い出して、それで、家の中でも影がまた、東京の家でも立ってたから、だから、影が立ってる、もしかしたら疲れてるかもしれないですよね。そうですね。特に何か悪さをされるってことはないんですけど、その生首の後に影が立つようになったっていうのを今思い出しましたね。いや、だから多分ずっとしまってたんでしょうね。怖いから。やばくないですか？今日久しぶりに話したわけですよね。はい。今日の夜あたり、また影が立ってるっていう。でも今ね、子供と一緒に寝てるから怖くないですね。誰かがいれば怖くないです。それが子供っていうね、親としてどうなんだって思いますけど。4歳児がいるから大丈夫。ねえ、うわ、懐かしいってぐらい今久々に話したな、この話。いやー、生首だけで食ってやろうか。はい。バチーンって叩かれるんですね、最初。叩かれたんです。だから思ったのは、もしかしたら生首が飛んできてバーンバーンっつって、それで血だらけだったんかなとかって思うようにして、ちょっとなんとか笑いの方にね、笑いに変えようっていうのはありましたけどね。いや、のりさんすごいっすね。どんどん出てくる。でもこれ霊感って言うんですかね。だからもしかしたら寝ようと思ってたことが結構あるじゃないですか。だからそれでちょっと夢を見たんじゃないかって言い聞かしてますよね。怖いからね。あと、よく、この昔ね、もう一切やってないんですけど、昔は、なんか、なんつうんですかね、こう、時計がついてるなんか、壁掛けみたいな、なんかわかります？なんか、ポスターっぽい、なんかね、時計なんですけど、なんか、ちょっとおしゃれなね、この、紐垂らしてね、飾っとくね、まあ、やつがあったんですね。わかりづらいですよね。絵を飾ったりするじゃないですか。紐を垂らして絵を飾ったりするってありますかね？上からこう紐で吊るす。吊るして額縁の絵とか。そう、額縁の絵みたいな。ああいうのが昔中学生の時に部屋にかけとくと、風なんか入ってこないのに、なんか怖えなって思う夜があったりすると、そのね、額縁のね、やつがね、ゴンゴンと動いたりするんですよ。だからね、うち、もしかしたら出る家だったかもしれないですね。ね、言われてみたらね、向き合ってこなかったからあれでしたけど。ただ東京に出てきても、その影に遭遇したりするわけですよね。もしかしたらなんかこう、やっぱのりさん気づいてないだけで、なんかそういう体質なのかもしれないです。いやですね。だとしたら申し訳ないですよね。多分こういうタイプって、何か訴えかけたいことがあっても、すぐ冗談で逃げるじゃないですか。俺じゃないと思いますから、本当によろしくお願いしますね。ただ優しいから。優しい、そう。そう。で、やっぱ分かってくれる人、優しい人のところに出るって話もあるので、何かそういう部分あるのかもしれないです。そうなんですかね。いや、ちょっとびっくりしました。なんか今まで一切やってこなかったのがもったいないぐらい。溢れてきましたもんね。忘れてるだけで、実は体験してたって話あるかもしれないので、思い出したらぜひちょっとご連絡ください。ありがとうございます。すみません、長々と。いやいや、嬉しかったです。ありがとうございます。なんかカミングアウトさせてもらったような気分でしたね。本当に。すごい。素晴らしかったですね。ありがとうございます。いや、今思うと、じゃあ最初のね、公衆トイレの話何だったんだろうかって。あれはあれで恐怖ですよね。そうですか。はい。